前は伊藤喜一郎です。藍染めの仕事をしてます。家は代々染め物屋で、江戸の中期ぐらいから、一応やってるんですけど、それ僕で8代目になります。僕自体は生まれは1969年の生まれ、はい。それで一旦大学出て普通の会社に就職して全く違う仕事はしてたんですけれど、家が代々染め物屋っていうことで29の時に家に戻って、それで家の仕事をこうやり始めました。自営業としてずっとやってきたんですけれど、3年前ですかね、こちらの創造社に入社しまして、このまちづくりの一環でここにこう藍染めの工房を出すことになりました。僕の場合は僕長男で男一人しかいなかったもんですから、それで自然の流れというかはい、最初のうちは特になかった子供いるんですけど、別のところでこうもう全く違う仕事しちゃってるんで、やっぱり一旦別の仕事に就いて外からこう自分の家を見直すと、やっぱり続いてきたものがそこでこう途絶えてしまうということなんで、そういう意味での、なんかこうやらなきゃなっていう使命感みたいのは出てきました。もともとはそこまでこう、よく知らなかったっていうのは事実で、藍染め専門ではなくて、もっとこう華やかなこう色の入った染め物をこう着物で多くやってたもんですから、そこまでこう詳しくはなかったんですけど、徐々にやっぱり着物自体がこう売れなくなってきたり着る人が少なくなったりした段階で、うちの方も父親がちょっとこう藍染めなんかをやり始めて、そんなのを見ていて徐々にこう藍染めをちょっとちゃんとやりたいなっていうのを思い出して、藍染めってこう華やかな色ではないけど、ブルーの中で薄い色からこう濃い色までトーンが何段階にも分かれてて、その中でこう、例えば作品の奥行きだったりそういうのをこう表現していくっていうのがすごい魅力的だなとは思います。藍染めインディゴって言ってもこういろいろなものがあって、本当に葉っぱ植物から作るものと本当に科学的な合成のインディゴっていうのもあるんですけれど、ここでは本藍染めにこだわって、葉っぱを、葉っぱから染料を抽出して、それで、染料の作るのも本当にもう自然のものだけで、作るようにはしてます。液の管理も重要になるもんですから、液の水温を測って、液のアルカリの値 pH を測って、あとこう色の見本を取って、それは毎日朝やる仕事ですね。染めってこうつけただけでは染まらなくて、つけて出してこう空気に触れると酸化してこう色が発色してくるので、液自体はこういう茶色い液で、空気に触れてるこの表面の部分だけこういうふうにこう青くこう発色してます。もう藍の原料の藍の葉っぱですね。夏の時期に刈り取って葉っぱと茎に分けて、葉っぱだけを乾燥させたものがこれです。分かるかな、何百キロ1トン近い量を集めて、それをこう水をかけてこう発酵させていくとこういう状態、これ入れてからだいたい1週間から2週間ぐらいで染められる液ができます。これが藍の原料のすくもっていうものです。これをこう甕の中に入れて、あと、これが、小麦の外の皮の部分、ふすまっていうもの、これと石灰、あと木の灰を熱湯で攪拌した時にできた上澄みの液を入れて、藍の液を作ります。種をこうまくのは大体3月ぐらい、
種をまいて、それで苗を育てたら畑に植えるのが大体5月ぐらいで、そうですね、刈り取りがそれで7月、それで1回刈り取ったらまた1ヶ月ぐらいですぐ生えてくるんで、そしたらまた8月に刈り取って、それで刈り取ったものを今度は葉っぱと茎にこう分けるんですね。あっちの植物の方、なんかアブラムシとかヨトウムシっていうそういう虫がね、天敵というか、食べられちゃったり、するんですけど、でこのお店ができる前に去年僕1年、9ヶ月ぐらい徳島に行って、それで、ああいう藍の栽培とか、昔ながらのこの染料の作り方なんかを、もう一度勉強してきたんですね。なのでそうやり方自体も徳島のやり方を、静岡のやり方っていうことはないんですけども、それぞれその工房によってやり方もちょっとずつ違うんで、例えば徳島でも工房によってまた全然、やり方が違ったりするんでね、地域によってこうやり方が違うってことはないんですね。好きでないとできない仕事で、昔はね本当染め物もこう分業の時代だったんですけど、もう今最初から一から自分でこうやっていかないとなかなかこうやっていけないと思うんでね、その辺だけあれですかね、こう幅広い視野を持っていろいろ自分で取り入れて自分で作り出していくしかないのかなとは思います。日帰りの体験と、あと教室っていうのがあって、日帰りの体験だとこういったものを、こういった柄のものがハンカチとか手ぬぐい、あとトートバッグなんかで、作れます。こういうふうに柄をつけて染めることができます。でもこういう柄のついたものだとやっぱり2日3日ぐらいはかかります。無地のあれだと1日とかでできちゃいますけど、ただそれをこうお客さんにやってもらったらちょっと難しい。同じ藍の色でもやっぱり科学的に染められたものがほとんどで、こう一回染めればすぐその色になっちゃうっていうものがほとんどなんですけど、こういうふうに手仕事で、職人がこう手をかけて作ってるものをぜひこう手に取ってもらって、少しでも手作りの良さを感じてもらいたいっていうのはあります。はい。